こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は初めての技能実習ということで、まだ技能実習を行ったことがない事業者さん向けに技能実習を行うにあたって、まずは何からしたらいいのかについて、How to についてご紹介をしていきたいと思います。最近ですね、外国人雇用非常に増えてきている。その中で外国人技能実習生の増加が著しいという状況になっています。その中でやはり人手不足も受けまして技能実習生というのが増えている背景はありますけれど、まだ技能実習よくわからない、難しいといった方も多いのではないでしょうか。そんな方向けにですね、今回は技能実習、まずは何からしていったらいいかについて解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、技能実習、法的なものは少し置いておいてですね、実務的な部分として技能実習制度における登場人物、まずは確認をしてみたいと思います。そして、技能実習については、他の動画でもご紹介はしておりますけれど、今もう廃止が決定をしている状況ではありますけれど、技能実習今後どうなるのか、そしてなぜ今技能実習についてご紹介をするのかについて解説をして、技能実習生受け入れたいと思ったらどうしたらいいかについて見ていきたいと思います。まずは技能実習制度の登場人物について確認をしていきたいと思います。まずは皆さんの会社、実習実施者と言われる方が中心になってきます。こちらは外国人雇用をする会社のことを言いますけれど、技能実習制度においては実習実施者という言い方をします。こちらは2024年3月の時点で67,886社あるということになっております。この67,000社ほどの会社で技能実習生、外国人雇用をしているということになりますので、ここに対して技能実習生が就労をするという形になります。そしてこの技能実習生を日本へ送って支援をしていくのが現地においては送り出し機関というところになります。この現地の送り出し機関の協力を得て、皆さんの会社、実習実施者に対して技能実習生が就労をしていくという形になっております。この技能実習生につきましては、2024年10月の時点でもうすでに41万人になっているという形になっております。そして、現地でのお世話は送り出し機関がするんですけれど、来日してからのお世話は管理団体と言われるところが行っていきます。いわゆる組合と言われるところ、ほとんどが管理団体、中小企業、団体企業という形になっておりますけれど、こちらに関しましては2024年の6月の時点で約3769組の組合さんがあるという形になっておりまして、海外においては送り出し機関、日本においては管理団体が技能実習生の面倒を見ていくといった形。そしてその技能実習生を雇用するのは実習実施者という形になっております。そしてこの管理団体、組合と送り出し機関というのは、いわゆる提携の契約を結ぶという形になります。また、実習実施者は管理団体、組合に加入をしていただくことによって、外国人のお世話を組合が行うという流れになっています。そして単純計算でいきますと、1組合あたり実習実施者はだいたい18社。そして1実施者あたり外国人雇用は6名という形での単純計算となってくるかと思います。このような形で外国人雇用を行っていくという流れですけれど、この技能実習ですけれど、別の動画ではご紹介はしていますが、実はもうすでに廃止が決定をしていることになっております。そして技能実習が廃止になりまして、新たに育成就労制度というのがスタートをする予定になっております。2027年の4月からの予定ではあるんですが、令和8年度の概算要求の内容を見ていると、
少し4月スタートを濁しているような感がありまして、必ずしも4月1日、ぴったりスタートをするような感じが、少し雲行きが怪しくなってきていると感じております。そしてこの技能実習が廃止になって育成就労がスタートをすると、技能実習は段階的猶予をもって廃止という形になっております。すでに廃止が決まっているのだから、今から育成就労制度の方の準備ではいいんじゃないかというふうな意見もあるかと思いますけれど、まずはですね、この育成就労制度に関しましては、やはり外国人労働者の受け入れに関して、地方の人手不足というのを助長する可能性があるということで、都心部への転職ですね、こちらの受け入れ制限が設けられるという形になっているので、今後、都心部での転職等で上限によって受け入れができなくなる可能性もある。また、そもそも今外国人の受け入れが増えてきているので、外国人の受け入れの上限設定を行おうという動きが2025年8月報道で発表されましたけれどあります。そういった形の中で、どうしても都心部においてはいろんな意味で外国人雇用の制限を受ける可能性があるので、早めに準備をした方が良いのではないかというふうに考えております。また、育成就労制度、特定技能制度においてはもう当然なんですけれど、育成就労制度においても協議会への加入というのが義務になってきております。特段費用がかかるわけではないんですが、建設業種だけはですね、コストがかかることになると思います。非常に高いので、技能実習制度は協議会加入が義務ではありませんので、技能実習制度において育成を進めていってほしいと思います。また、育成就労制度は3年間の期間を経て特定技能制度へ移行をすることを予定としておりますので、この育成就労制度の3年間において、企業において教育等の義務を課す可能性がありまして、それによって企業負担も増える可能性があります。そういった形ですね、技能実習の方でまずは受け入れて育成する方が非常に良いのではないかというふうに考えています。また、海外の事情になりますけれど、今日本では東南アジアから多くの外国人が来ておりますけど、今日本は非常に不人気になってきております。年々人気が下がってきているということで、今韓国、中国に非常に負けている。今後ですね、なかなか外国人雇用も難しくなってくる可能性がありますので、早めに外国人雇用をして自社で雇用をしてもらって、そしていい会社で働いているというのを現地でアナウンスをしてもらって、またその紹介で雇用をするといういい流れを作ってほしいというふうに思っております。そして技能実習生を受け入れたいと思ったらどうしたらいいかということですが、まずはですね、受け入れ対象職種、作業が決まっていますので、こちらは91職種168作業となっております。自社で受け入れたい職種、作業についての確認をまずはしてください。そしてその上でどこの管理団体、組合に加入するかを検討という形になりますが、こちらはですね、組合さんによって受け入れが可能な国、そして受け入れが可能な職種、業種、作業に違いがありますので、そこのあたりをよく見極めてほしいと思います。そして組合さんが決まったらですね、手続きの内容、費用の確認をしてほしいと思いますが、こちらに関しましては、組合、そして受け入れる国によって、手続きですとか費用は様々異なってきます。おおむねですね、初期費用として、30万から40万円、教育研修費ですとか、渡航費用だとかになってきますけれど、ぐらい。そして、あとは月々3万円程度かなというふうに考えております。そしてその上で求人を海外現地に出しますけれど、その内容の確定と募集、それによって面接をするという形になります。今現状ですね、求人数のだいたい3倍から4倍ぐらいの応募者があって、その中から面接で選ぶという形になっております。この求人内容を出す際にですね、決して外国人雇用は安いわけではありません。給与は日本人雇用と同等以上というのが必須になってきます。またさらにですね、技能実習特有の費用もかかってきますので注意が必要です。
そして、技能実習制度のメリットとデメリットですけれど、こちらはまずはですね、日本国内において求人をする、採用する場合、いくらかお金をかけても求人採用できないといった場合ですけれど、外国人技能実習制度の場合だと、求人採用コストが少し削減できるので、育成定着の方に専念ができるのではないかと思います。そしてですね、また人件費はやはり日本人よりも割高になってきます。各種管理費用が発生するので、こちらはご注意ください。また、日本人以上に厳格適正な労務管理が必要になってきます。就業規則等の作成を必要とする会社もありますし、勤怠管理、給与計算、各種手続きをきちんと行ってください。こちらに関しましては、加入をしている組合ですとか、技能実習機構から定期的な監査がありますので注意という形。そして、外国人雇用。初めて受け入れて外国人の就労という形になりますと、やはりですね、組織風土が少し変わってくるという形、周りの人間の意識も変わってくるということで、少し企業内の変革を起こしたいという場合には非常に良いのかなというふうに思っております。そして、最後に注意点とまとめですけれど、採用の面接を行った後の内定をしてすぐに来日できるわけではありません。来日前には1ヶ月以上かつ160時間以上の現地の講習というのが必要になります。おおむね現地の、教育機関によって違いますけれど、1ヶ月から3ヶ月程度の講習を行うところが多いかと思います。そして来日後においても原則1ヶ月の講習が必要になってきますので、すぐに就労できるというわけではありません。今現状30人未満の事業所での外国人雇用割合というのはもう6割を超えているという状況になっております。日本人を採用するときのメリット、デメリット、外国人を雇用する際のメリット、デメリット、両者をよく比較して検討してほしいと思います。外国人雇用は不安、経験がないという方も多いかと思います。こちらに関しましてはですね、弊社においてもご連絡いただければ、技能実習ができる、業種、作業なのか、そういったところに対応する組合があるのかなどについてのご回答、相談もさせていただきます。今後の変化に対して新たな取り組みを行うこと、考えることが重要だと思っておりますので、まずは技能実習について興味がある方はご検討いただければと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。